動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回は第12弾。本編シリーズでは1、2を争う問題作、ソニックロストワールドをレビューします。どうしてもね、評価が低くなりがちな本作ですが、一体何がいけないのか。それではね、見ていきましょう。どんな作品？ソニックロストワールドは、日本では2013年10月24日に Wii U と 3DS で発売されました。他の国は5日以内でね、これより早いか遅いかの発売になっています。で、ソニックシリーズの中では珍しくアメリカで発売が最も遅いタイトルです。いつもはね、システムが違う場合に、別でレビューする方針でやっていますが、Wii U 版と 3DS 版でね、本作は珍しくコンセプトが結構似ていますので、同じように扱っていこうと思います。そして、ジェネレーションズでね、ブーストソニックはやはりレースゲーム寄りでアクションゲームとしてのソニックを作りたいというプロデューサーの考えから、アクション面を強めたのが本作です。奥に進むゲーム性と 2D パートと 3D パートの共存というのはね、続投しておりますが、新アクションとしてパルクールというね、いわゆる壁走りが追加されました。これを使って高い場所に登ったり、壁と壁の間をね、素早く駆け抜けていくことができます。戦闘に関しても単調化しないように、ソニックにためのホーミングアタックと、キックを追加しました。これを使い分けて敵のガードを崩したりしていく必要があります。それ以外だとね、ウィスプが再登場。新種のウィスプを含めてアクションの方も拡張されました。敵のデザインやね、ギミックに関してはクラシックソニックがモチーフになっており、これをね、モダンでプレイするというある意味ファンサービスの面が強い作品でもあります。さらに、本作からね、ライバルキャラとしてロッキシューという本作の舞台に住むね、鬼の集団が出てきます。良かったところ、クラシック時代の敵や罠が現在のね、HD グラフィックとエンジンに合わせてしっかり落とし込まれております。それらがね、非常によくできていて、時代に合ったね、調整などもできています。そして新アクションのね、パルクールやキックも、アクション面としてはね、実際楽しいです。実際遊んでみると 2D パートは結構楽しく遊べる調整ができているような気がします。あとは走行速度を選べるところですね。トリガーを引くとダッシュモードになって普通より速く、スピンダッシュは最高速で動けます。これによってね、ゲームに慣れてない時はあえてトリガーを引かないことで、ソニックがね、スティックを思いっきり倒してもあんまり速く走らないっていうことができます。そして DLC が豊富で、コラボゲームの世界観に溶け込んだステージが作られていますね。こういった取り組みは本作だけとなるのでね、非常に珍しいし、評価できる点でもあります。悪かったところ、たくさんありますが、ストーリーからですね、最初から最後までキャラ崩壊です。ソニックとテイルスは勝手に行動しては問題を起こして、ずれた発言をどんどんしていくというひどい状態になっています。一応テイルスに関してはエッグマンと行動するのが気に食わないとか構ってほしいみたいな発言もあるので、反抗したりね、値の強い行動をするというのはね、わからなくもないんですが、ソニックに関しては最初から最後まで耳を貸さずに勝手に突っ走っては問題を大きくしていくだけなので、用のしようがないですね。で、敵の6機種に関しても、掘り下げがほとんどないまま、そのままね、退場ということになってしまうので、好き嫌いとかの以前にね、よくわからないというのが、率直な感想ですね。そして今後の作品においても、一部のキャラ出てくるのになぜ、ソニックにね、リベンジしようとしたのかとか、そういう理由が一切語られないっていうのも、なかなかの困りものですね。ウィスプに関しても今作はなぜこの舞台にいるのかなどの説明はされないまま。で、カラーズ DS ではね、各ウィスプの性格などの話もあって、これがキャラ付けとしていい要素だったんですが、今作で初めて出てきたウィスプはね、掘り下げがないので、性格などが不明なままですね。アクションに関しても、ここに来てワールドアドベンチャーぐらいに、戻る勢いで高難易度化してしまいました。さすがにね、1コースが10分ぐらいということはないものの、とにかく残機は溶かしてきます。代わりに救済措置として、ある程度ミスすると Wii U 版は次のチェックポイントまでスキップ、3DS 版は無敵効果が長く続くアイテムが配置されるという救済措置はあります。それをね、含めても難しいと思います。ちなみにアップデートが途中でね、入っておりまして、初期のね、残機が約倍になりました。それだけね、初期の残機では意味がなかったという報告が多かったということですかね。
さらに、この高難易度化にね、追い打ちをかける仕様がありまして、カラーパワーの存在ですね。本作のカラーパワーは、アップデートで改善されたものがあるとはいえ、ほぼ全てが 3DS や Wii U ゲームパッドの各種センサーを使った操作となります。なのでね、いちいち機種を傾けたり、ボタンアクションの途中でタッチペンを取り出したりとね、とにかく難しい上に疲れます。しかも操作を切り替える必要性からか、カラーパワー終了時にはね、ボタンを押すまでゲームが停止する仕様があります。これがテンポがとても悪いですね。で、カラーパワーを使わなければいいのではと思うかもしれませんが、本作ではカラーズと違ってカラーパワーは必須となっております。なのでね、避けることができません。で、本作がアクション面として評価できないという点はね、やはりこのカラーパワーを強制してくるところですね。カラーズの時に話したように、カラーパワーはワンボタンで派手なアクションができて、それが救済的なね、ところにもなるのが利点なんですが、これをね、面倒な操作、必須の操作に置き換えてしまったというのは大きな失敗でないかと思います。コースやアクションに関係ないゲーム自体の設計の話となると、コースの開放に久々にノルマが必須となりました。本作では、道中やゴールにあるカプセルを開けたり、敵を倒した際に動物を解放していますが、これをたくさん解放しないとストーリーをね、先に進めることができないので、何周か同じコースを回ることとなります。今までと違って収集する場所が任意で良いので、例えば一番好きな面などをね、周回するだけでもいいんですが、すぐに次のステージに行けないというのは面倒ですね。まとめ。あまり利点はありませんが、美麗な HD グラフィックで描かれたクラシックな世界観、2D ステージはそこそこ遊べる出来なので、2D ソニックとかがね、好きな方なら一応遊んでみる価値はあるかもしれませんね。ストーリーはソニックに詳しくない人なら軽症で済むとも言えるんですが、どちらにしろね、ストーリー自体出来が悪いですし、難易度もとても高いのでね、間違っても初心者が手を出すべき作品ではないかなと思います。とにかく様々な要素がね、疲れを呼ぶことになりますが、やるときはね、それなりの覚悟で挑んでください。あまりおすすめはしません。それではね、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。